北海道旅4日目の朝ごはんは、網走のコンビニで購入したざるそば、サラダ、そしてヨーグルト。しっかり完食。買った分は残さず全部食べますよ。お世話になったホテルはこちら。北海ホテルさん。しっかり眠ることができました。ありがとうございました。おはようございます。本日は5月の6日、ここ網走に来ております。本日は北海道の鉄道路線全線走破の旅4日目をここ網走からスタートいたします。1日目、2日目、3日目と、3日間にわたって今まで北海道の鉄道路線を回ってきました。今日4日目、だいぶ乗っていない区間も短くなってきましたが、果たして何日で北海道の鉄道路線を全線で回ることができるのか、その検証を4日目ここ網走からスタートしていきたいと思います。もう時刻が6時20分を回っていますので、今目の前に見えていますけれども、あれが6時41分発なので、乗っていきたいと思います。早速ね、よろしくお願いいたします。なお、本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて、目的の列車に乗る前に網走駅を少し観察。網走で有名なものといえばこちら、網走監獄ではないでしょうか。重罪を犯した人たちがここに収監され、厳しい冬を越していました。冬の寒さが厳しすぎるがゆえに、脱獄はほぼ不可能に近く、まさに自然の監獄でした。さて、駅舎の中に入りましょう。駅舎の中に待合室。ホーム上は大変寒いので、ここで列車を待ちます。こちらが前回の動画で紹介した網走駅の発車時刻案内。昨日は列車が1本も表示されていませんでしたが、今日は表示されています。おはようございます。お願いします。はい、ありがとうございます。ということで、無事改札を通過。目的の列車が2番線に停車しています。奥の列車にはこれから特急大雪の運用に入るであろうキハ183系。さあ、前日石北本線で網走駅まで来ましたので、次は当然釧網本線の攻略を行います。こちらが今日のトップバッター、網走駅を6時41分に発車する普通列車の釧路行きです。これから駅名標看板の右側、桂台方面に向かいます。車内に乗車。発車時刻となりましたので、扉が閉まります。網走駅をゆっくりと発車。オホーツクの拠点駅を去ります。一泊しただけの短い滞在でしたが、思い出としてしっかり刻まれました。ありがとうございました。さて、網走駅を発車した後はしばらく住宅街を走行します。列車は最初の停車駅、桂台駅に到着です。木製の簡易なホームとなっています。乗降が完了したら扉が閉まります。車内に搭載されている運賃表示器は旧式の7セグタイプ。運賃箱も少し古いです。さあ、トンネルを抜けたらすぐに絶景が見えます。釧網本線からでしか望むことができない海、オホーツク海です。景敵最高、風情ありまくりです。列車は枕木が木製のローカル感満載の単線区間を進みます。進行方向右側には遮る建物が一つもない海岸線の景色、素晴らしい。さて、列車は北浜駅に到着します。
当駅はオホーツク海まで距離がわずか20メートルと、オホーツク海に最も近い駅として知られています。北浜駅の駅名表を撮影。駅舎はご覧の通りとなっています。北浜駅では乗降はなく、そのまま発車。オホーツク海を見ながら北浜駅を去ります。北浜駅からは少し高度を上げ、さらに遮蔽物がなくなるので、オホーツク海をより綺麗に一望できます。ちなみにオホーツク海は冬の厳しい時期には海面が凍り、流氷が見られます。網走は流氷の街としても知られており、釧網本線は車内から流氷が見られることで有名な観光スポットです。反対側の景色も見てみましょう。反対側は湖となっています。こちらは東仏湖です。反対側の景色もめちゃくちゃいいです。ほぼ自然のみ、最高。さあ列車はひたすら直線の区間を走行します。列車は源西花園駅に到着。5月1日から10月31日までの間のみ営業される臨時駅です。ここから徒歩圏内に小清水源西花園があり、砂丘状の草原地帯に広がる約40種類の野花を楽しむことができます。さて源西花園駅を出た後も右手には東仏湖が見えます。そして東仏湖を抜けるとすぐに浜小清水駅に到着。ここで反対方向からの列車と行き違います。反対側の列車は半分赤、もう半分は白のラッピングがなされていました。すぐに駅を発車し、浜小清水駅を後にします。浜小清水駅を出ると進行方向右手は草原一色となり、湖は見えなくなります。そして隣の駅山別駅に到着。かつては当駅の駅事務室跡にラーメン喫茶駅馬車がテナントとして入居していました。お店の看板はまだ残っています。さあ山別駅を出ると森の中を走行。 S 字カーブを抜けると眼前に見えてくるのはまた海です。ここが最後のオホーツク海を堪能できる区間。最後の区間ではありますが、今までで一番綺麗に一望できます。いやはや海岸線を走るローカル線は最高です。今回は春に訪れましたが、いつか流氷で埋め尽くされる冬の時期に来てみたいですね。さて列車は網走駅から最初の主要駅知床斜里駅まで来ました。この駅を始発終着とする列車が存在します。知床斜里駅に無事到着。記念に駅名表撮影。そしてここで反対方向からの列車と行き違いを行います。浜小清水駅の時と同様2両編成の列車との行き違いです。朝は網走方面に向かう利用者が多いのでしょうね。対向列車が駅に到着してしばらくしたらこちらの列車の扉を閉めます。知床斜里駅を発車。釧網本線の旅はまだまだ続きます。ここで列車は右へカーブし海岸線から離れます。直進方向にはかつて根北線という路線が伸びていました。さあ列車はしばらく平野部を走行します。進行方向左側に見える高い山は斜里岳です。列車は中斜里駅に到着です。知床斜里駅から先も絶景が続きますが、今日で北海道路線全線環状の旅も4日目。さすがに疲れてきました。少しの間目をつむって休みます。沿線にある桜が休憩中のほんの癒し。前方を覗くとひたすら直線です。しばらく進むと遠くにあった山が近くまで迫ってきました。平野部から少しずつ山の中へと入っていきます。 ATS のベルが鳴りました。行き違いができる駅に到着します。列車は緑駅に到着です。林の中にある静かな駅。乗降はなくそのまま扉が閉まります。緑駅を発車。ここから山の中に入り野上峠を越えます。さて列車はディーゼルの音をうならせながら曲がりくねった山道を登っていきます。
沿線には雪が相変わらず残っています。そしてトンネル突入。編集を使って突破。トンネルを抜けたら今度は下り坂です。函館本線のローカル区間と同様、土かぶりを少なくするためになるべく高度を上げていました。トンネルを抜けたらより一層雪が残っていますね。人家の全くない自然のみの景色が続きます。さあ、遠方信号が見えてきました。ということはもうすぐ駅に到着しますね。緑駅から15分も走り続けていました。長かった。到着したのは川湯温泉駅です。駅名の通り川湯温泉の最寄り駅です。さて、川湯温泉駅では反対方向からの列車と行き違いを行います。列車はここで9分停車するので、新鮮な空気を吸いに外に出ました。名所案内には先ほどの川湯温泉のほか、摩周湖、屈斜路湖、硫黄山などの道外の人間でも知っているような場所が名を連ねています。駅ホームを列車と一緒に撮影。エモいな。駅舎もめちゃくちゃ風情があります。反対方向から撮影するとご覧の通り、すばら。さあ、反対方向の列車が警笛を鳴らして駅に入線してきました。これで進路が開通してこちらの列車も発車できます。乗り遅れないように列車に乗車。先に反対方向の列車が発車していきます。出発信号が青信号。進行現時に切り替わりました。扉が閉まります。川湯温泉駅を発車。短い時間でしたが良い景色をありがとうございました。さて、ここで軽食をいただきます。ベースフードプレーン味。専門本線の車内で食べるという贅沢な食べ方をします。はい、完食しました。ごちそうさま。さあ、川湯温泉駅を出た後も森の中を走行します。人家は全くありません。木々に葉が生えていない木が多いですね。この木が専門本線の景色を特徴づけています。さあ、 ATS のベルが鳴りました。2面3線に側線もついている大きな駅。到着したのは摩周駅です。摩周駅の縦型の駅名標を撮影。反対列車からの行き違いもないのですぐに扉が閉まります。摩周駅を発車。足早に主要駅を去ります。さて、相変わらず森の中を走行します。しかししばらくすると進行方向右側で小さな川と並走するようになります。今見えているのは釧路川。まもなく釧路湿原に突入します。さあ、列車は茅沼駅に到着します。茅沼駅は一面一線の防線駅です。茅沼駅に併設されている小屋は古さを感じさせず綺麗です。そして茅沼駅で面白かったのはホーム反対側にあった黒い土地。地面が暖かいのか湯気が出ています。さて、茅沼駅を出ると釧路湿原に突入します。進行方向左側に見えるのは白ルトロ湖です。そして白ルトロ湖を抜けると次は灯籠湖が見えます。同じ景色に見えますが違う湖です。さあ、列車は灯籠駅に到着です。当駅で列車は反対方向からの列車と行き違いをします。反対側からの列車が来るまで時間があるので列車から下車。駅名標を撮影します。川湯温泉駅と同様名所案内がありました。灯籠湖のほか標茶郷土館があるようです。駅舎は木造で大変綺麗。観光客を受け入れる体制が整っています。しばらく待つと反対方向から列車がやってきました。快速知床摩周号です。両方向からの列車が構内踏切を挟む形で停車。そしてこちらの列車の進路が開通し、出発信号を中継する信号が進行現時に切り替わりました。列車の扉が閉まります。灯籠駅を発車。専門本線全線環状まであと少しです。さて、列車は引き続き釧路湿原を右手に見ながら進んでいきます。
列車は細岡駅に到着です。この駅は2023年3月のダイヤ改正より臨時駅となりました。当期は全列車が細岡駅を通過します。そして次に列車は釧路湿原駅に停車。開業は1988年です。JR 北海道の駅としては比較的新しい駅で、風情ある小屋がお出迎えしてくれます。ここで数名が下車、駅としての役割をしっかり果たしているようです。さあ、釧路湿原を抜けて市街地に入りました。工場施設が見えます。列車は国道44号線と交差。そして列車は右へ急カーブしていきます。進行方向左側から線路が1本近づいてきました。 ATS のベルが明動。釧網本線の終点東釧路駅に到着です。これで釧網本線を全線完乗。 JR 北海道の鉄道路線を13路線中10路線制覇しました。さて、東釧路駅からは根室本線に入線します。網走駅からここまで 166.2km もの距離を1本の列車で進んできました。その甲斐もあり、運賃表示器の最高額は4070円まで達しています。列車はようやくここで釧路川を横断。海に近いので川幅が広いです。そして国道44号線をオーバーパス。終着駅が見えてきました。道東の大ターミナル釧路駅です。 ATS ベル明動。1番線に入線します。停止位置にピタリと停車。釧路駅に無事到着。縦型の駅名標を記念に撮影します。お世話になった車両もバッチリ撮影。ありがとうございました。さあ、釧路駅では乗り換え時間が1時間以上あります。せっかくなので改札の外に出ましょう。こちらが釧路駅の駅舎内の様子です。開放感があります。ちなみに次の列車はすでに表示されています。しかし特殊な列車名ばかりが発車案内表示器に名を連ねていますね。次は当然根室に向かうのですが、向かっている途中で正午を迎えますので、ここでお昼ご飯を買っておきました。何を買ったかは後のお楽しみ。駅舎の外に出てきました。ロータリーや駐車場も広々と整備されています。駅前には大きな車輪のモニュメント。動輪碑というやつですね。エモい。いいね。釧路駅の駅舎は非常に大きいです。それだけ当駅が道東の拠点となっている証かと思います。さて、駅舎の中に戻りましょう。改札を通過します。切符投入。改札内にエスカレーターがあります。次の列車を改めて確認。2番線からの発車です。2、3番線につながるホームにもエスカレーターがあります。さあ、帯広方面から3番線へ。まずノロッコ号がやってきました。機関車が客車を引く昔ながらのスタイル。後ろから列車の様子を撮影。最後尾は運転台となっています。車内はまさしく観光列車。景色を楽しめるよう椅子が窓の方に向いています。先頭まで来ました。機関車はノロッコ専用のカラーリングとなっています。ぜひともノロッコに乗車したいですが、北海道の鉄道路線を全線環状する旅を優先するため、泣く泣くスルー。いつか絶対乗ってやる。さあ、目的の列車がやってきました。ルパン三世のラッピングがなされたキハ54型です。釧路駅を11時12分に発車する快速ノサップ号の根室行きです。快速ですが1両編成の単行でした。快速ノサップと釧路湿原ノロッコ号の並び、すごい光景です。ちなみにルパン三世のラッピングがなされているのは、これから乗車する快速ノサップがルパン三世の作者モンキーパンチ先生の出身地である浜中町を経由するためです。それでは列車に乗車。乗る。車内はなんと転換クロスシートです。これ特急券なしで乗っちゃっていいのと思うような内装です。ルパン三世と浜中町の景色をコラボさせた広告が掲載されています。
運賃表示器はもちろんあります。7セグタイプの古い機器。運賃箱も古いです。さあ、快速ノサップの発車を待っている間に、先に釧路湿原ノロッコ号が発車します。ノロッコ号がゆっくりと発車。加速がめちゃくちゃのろいです。風情ある発車。ゆったりと楽しんできてね。さあ、ノロッコが発車したらすぐにノサップが発車します。さあ、列車がいよいよ発車します。出発信号が注意、進行と現地が上がりました。釧路駅を発車。根室本線の末端区間、花咲線の攻略開始です。釧路駅を出たらまずは釧路川を横断します。駅のかなり手前の信号が注意現時でした。トラブル発生の不穏な予感。 ATS が鳴りました。まだ場内信号を通過していません。ホームのない駅間で停車。ご案内いたします。ただいま停止信号です。発車まで少々お待ちください。ということで予定外の機外停車。前に釧路湿原ノロッコ号が走っているのですが、遅れているのでしょうか。注意現時に切り替わりました。そこまで大きく待たされませんでした。再び加速して注意信号で場内信号を通過します。 ATS がまた鳴りました。東釧路駅は一面2線の駅で、今回は右側の2番線に入線します。東釧路駅に2分遅れで到着。そしてすぐに扉を閉めます。東釧路駅を発車。ここからがこの列車で乗り潰す未乗区間です。分岐器を通過。左側の線路が左へカーブしていきます。左側へ分かれていったのは先ほど乗ってきた専門本線。一旦お別れとなります。さあ、ここから座席に戻って側面展望を楽しみたいと思います。花咲線は沿線の車窓がとても良いことで有名です。今目の前に見えている川は別府川になります。緑がいっぱい生い茂っていますが、しっかり治水工事がなされているのがわかりますね。さて、快速ノサップの座席ですが、先ほども申し上げた通り転換クロスシートとなっており、背面テーブルがあります。お弁当を食べるのにちょうど良さそうですね。車内の混雑はご覧の通り、座席が大方埋まっています。また、快速ノサップの車内でココシルというアプリを用いて沿線のガイドアナウンスを聞くことができます。通信環境があまり良くないのでガイド音声を聞くことが難しい場合もありますが、こういうガイドサービスがあるのが観光路線らしいです。さあ、トンネルを抜けて人の手が加えられていない自然のみの区間が続きます。別府駅から山を越えて平野部に入りました。気持ちが洗われるほど清々しい草原。これだけ広々としているのに人家が全くないのだから驚きです。これはすごい。門静厚岸間ではココシルによる音声ガイドがあります。聞いてみたい方はぜひ当地にお越しください。で、その門静厚岸間は海岸線を走行します。さっきまで快晴だったのに海岸線に近づいたら曇りになってしまいました。そして海岸線から離れるとまた青空が見えてきました。列車は厚岸駅に到着しました。花咲線の途中にある主要駅。駅名の通り厚岸町の中心駅です。ここで多くの人が列車から降りていきました。厚岸駅ではもちろん下車しません。さらに東へと進んでいきます。さあ、厚岸駅を出たらすぐに厚岸湖が見えるようになります。ご覧ください、この絶景。遮蔽物が一切ありません。最高すぎる。この絶景は花咲線の車窓スポットとしてホームページなどでも大々的に宣伝されています。また、この湖付近で牡蠣の養殖が行われているため、厚岸町では牡蠣が名産品です。ということで、この絶景を眺めながら牡蠣弁当をいただきたいと思います。釧路駅で購入したお弁当というのはこれのことです。
おー、超うまそう。この絶景とともにお昼ご飯をいただけるんですよ。最高か。早速牡蠣をいただき、ご飯もふっくらしてますよ。ほらほら。ガリもめちゃくちゃ美味しいです。いやー、至福のひとときだ。北上していくと干潟のようなものも見えてきます。こんな景色が5分以上続いていますが、一向に飽きません。この絶景を余すことなく体験していると、しばらくして車窓は湖から川に変わります。厚岸湖に流れる川の一つ、ベカンベ牛川です。景色を楽しみながらお弁当を食べられました。ごちそうさまでした。さて、絶景区間を抜けまして海岸線から離れます。線路が2本に分かれました。列車同士の行き違いが可能な茶内駅です。茶内駅はモンキーパンチ先生の出身地、浜中町にあります。駅ホームには銭形警部の看板。茶内駅を発車、ホームが構内踏切を挟んで千鳥配置となっているので、駅発車後に対向列車と行き違い。茶内駅を出ると直線が続きます。列車は浜中駅に到着です。行き違い設備が撤去され、分岐器がなくなったので、駅の前後で S 字カーブが存在します。町名を冠する駅なのに茶内駅より設備が貧弱です。浜中駅に到着、ルパン三世と駅看板がお出迎えです。浜中駅を発車した後も林の中を通過します。暴風林の先には一面牧草地帯、草原が広がっています。まもなくあそこです。お降りの際は一番前のドアをご利用ください。さあ、列車はアットコ駅に到着します。当駅は一面一線の防線駅。しかしかつては私別線の支線が分岐していました。そのため駅構内が広く、一面一線となった現在でも場内信号や出発信号が残っており、停車前に ATS のベルが鳴ります。アットコ駅の駅舎を撮影。 JR 北海道の通常の駅より立派な駅舎となっています。アットコ駅を発車、主要駅だけあり見送る方がいらっしゃいました。分岐器を通過します。アットコ駅の場内信号には信号機が2つありますが、片方が横を向いています。さあ、まだまだ牧草地帯を抜けていきます。野生の鹿もご覧の通りたくさん生息しています。前面展望を除くと直線区間の途中に突如として現れる2箇所の S 字カーブ。ここを列車は何もなかったかのように普通に通過します。ここにはかつて八田牛駅がありました。列車交換も可能な駅でしたが、旅客営業がなくなり分岐器も撤去されてしまいました。そしてさらに進むと霧が発生、視界が悪くなっています。今左へ列車がカーブしていますが、右手側には何があるかというと海です。ここで太平洋を一望できるはずなのですが、残念ながら霧に覆われています。門静厚岸間でも海岸線では霧が出ていましたが、何かしらの気象条件でこうなっているのでしょうか。海岸線を抜けると霧が晴れ、再び視界良好となりました。列車は越石駅に到着。2面2線構造となっており、列車同士の行き違いができる最後の駅です。列車が停車する前に駅名標を撮影。越石駅を出ると次の停車駅は終点の根室駅です。ローカル線とした区間をひたすら走行します。そして列車は西和田駅を通過します。この駅にも駅の前後に S 字カーブがそれぞれあります。王子に比べると設備が簡略化されているのがこの路線の実情を分かりやすく示していますね。列車が警笛を高らかに一斉。いい音です。警笛を何度も鳴らしますね。ここら辺は警報器がない第4種踏切が何箇所かあるので、
列車の接近を知らせるために警笛を鳴らす必要があるようです。さあ、沿線に建物が増えてきました。根室市街地に入ったことがわかります。ご乗車ありがとうございました。まもなく根室駅終着です。場内信号は警戒現時となっています。 ATS のベルが鳴りました。終着駅の雰囲気満載です。線路右側にホーム、そしてこの駅より先の線路はありません。快速のサップは1両編成ですが、共通の停止位置0に合わせて停車します。ということで根室駅に無事到着です。ここまで運んできてくれた列車を記念撮影、最東端までやってきたという気持ちの高ぶりと相まって絶景となっています。根室駅は日本最東端の始発終着駅で、かつ有人駅です。駅到着前にも撮影しましたが、根室駅より先の線路はありません。はっきりと途切れていることがわかります。駅名標も記念にバッチリ撮影。駅名標の左側に駅名はありません。さて、根室駅に到着したら一旦改札を出ないといけない決まりになっています。改札内は観光色一色です。すでに折り返しの列車に乗ろうと列ができています。せっかくなので一旦駅舎の外に出ましょう。何の変哲もない普通のロータリーなのですが、最東端に到達した気分と相まって感慨深い気持ちになります。この根室って文字がもうめちゃくちゃエモいですよね。ちなみに最東端の町なので、朝日が一番最初に昇る、朝日に日本一近い町となっています。さあ、駅舎に戻ったら列をなしていた利用者が皆改札内に入場して、すっきりとしていました。私も乗り遅れないように改札を通って列車に乗りたいと思います。根室駅から乗り込む列車は往路の時と同じ列車。根室駅を13時34分に発車する普通列車の釧路行きです。車内に乗車、乗る。厚岸駅以降、車内の様子を撮影していませんでしたが、根室駅到着時よりも間違いなく乗客が多いです。根室駅の気温は9度となっています。5月なのに10度以下。寒いですね。ご利用いただきましてありがとうございます。この列は13時34分発、釧路行き場の列車です。終点釧路には15時53分の到着です。釧路行き、まもなく発車いたします。さて、発車時刻となりました。列車の扉が閉まります。根室駅を発車。さらば根室駅。わずか12分の滞在でしたが、思い出になりました。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。花咲線、鶴見線、釧路行きです。ワンマン運転のため、お降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は両替機をご利用の上、水面のいらないようご用意ください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。まもなく東出口です。お降りの際は一番前のドアをご利用ください。列車は最初の停車駅、東根室駅に到着です。この駅が日本国内の鉄道駅の中で最も東にある駅となります。そのため当駅で写真撮影をする観光客の方がいらっしゃいます。最東端の駅は一面一線で木造のホーム、大変簡素です。さあ、根室市街地を抜けました。釧路駅に向かって再び自然の中を抜けていきます。左側面展望を見ると海が近いのが伺えます。霧が出てきました。往路と同様、海の近くで霧が発生しています。おっと、ここで急ブレーキ。鹿の群れです。野生の鹿が進路を塞いでいました。実は往路でも鹿が線路上にいたのですが、タイミング悪く撮影できませんでした。復路では撮影に成功。鹿が出没してから少し進むと海が見えました。
やはり霧で視界が悪いです。道東では海岸近くで霧が発生しやすいのでしょうか。専門家ではないので詳しいことは分かりません。海岸から離れると霧は一気に晴れました。列車は別当賀駅に到着です。ドアが開きましたが乗降はありません。ドア閉めるの早いな。まあ遅れているから仕方ないかもしれませんが、さて列車は50分ほど走行を続けまして、車内厚岸間を走行中です。進行方向左側には厚岸湖に流れ込むベカンベウシ川が見えます。そして進行方向右側でも水たまりが見えます。ほとんど干潟のど真ん中を走行しているような感覚。おそらく花咲線でしか見られない光景ではないでしょうか。左も右も人家は全く見えません。もうすぐ厚岸駅に到着します。この絶景もあと少ししか見れません。感動の涙であまりよく見えませんが、しっかりこの目に焼き付けておかねば。さあ厚岸湖の脇を走行中です。すげー、なんて綺麗な景色だよ。花咲線に乗ったらぜひこの景色を楽しんでください。超おすすめです。さあ列車は放送にもあった通り厚岸駅に到着です。花咲線の途中駅として特に利用者の多い駅です。ここから数名乗車してきます。厚岸駅に到着。乗車が完了したらすぐに列車の扉を閉めます。厚岸駅を発車。終点の釧路駅まであと50分ほどかかります。さて厚岸駅を出たら海が近くなります。まだ厚岸町の住宅が立ち並んでいますけどね。しばらくすると進行方向左側に人家が見えなくなりました。往路では霧で視界が悪かったのですが、復路ではご覧の通り美しい海が望めました。よかったね。霧が出ていないかとても心配だった。さあ列車は門静駅に到着。かつて一面二線の駅だったことがよくわかります。駅名標を撮影。駅前の小屋はきれいに整備されています。さらば門静駅、所詮小駅の一つかもしれませんが、風情あるいい駅だった。さて3時になりましたので、ここで軽食をいただきます。いつも通りのベースフードパンとクッキー。はい、完食しました。小腹が空いた時にちょうどいいね。さて列車は峠越え区間に入りました。高らかに鳴らされる警笛、そして減速。ズームアップすると鹿、はっきりとカメラに捉えることができます。また警笛。野生の鹿がたくさんいますね。また警笛、いるね鹿が。これは運転手さんも大変だな。3度も鹿を見たということはまた鹿と遭遇する気がするのですが、いかがでしょうか。鹿と衝突して次の列車に乗れませんでしたってなるのは嫌だな。いました。普通に沿線にいます。往路では鹿と遭遇することはなかったんですが、復路ではたくさん出没しています。夕方になって活動を始めたということでしょうか。さて列車は急カーブの続く山道を進んでいきます。トンネルに突入。編集を使って一気に突破。別府駅に到着。ここから釧路市街地に入ります。終点の釧路駅まであと少しです。だがしかしまた鹿。今までで一番数が多い鹿の群れに遭遇。釧路市街地に入ったのでもういないと思いましたが、そんなことはなかった。餌を求めて山から降りてきたのでしょうか。列車は東釧路駅に到着です。ここで再び釧網本線と合流しました。さて列車は釧路川を横断。今日で3回目です。
そして終着の釧路駅に到着します。駅の一番北側の発着線5番線に入線します。停止位置には妥協せず1の停止目標でピタリと停車ということで、釧路駅に無事到着。鹿の出没によって定刻より3分遅れでしたが、6時間もかかった花咲線の往復が完了しました。駅名標を撮影します。花咲線の往復でお世話になった車両を撮影。ありがとうございました。さて、乗り換え時間が少ないので早々に階段を降ります。1、2、3番線につながるホームにはエスカレーターがありましたが、こちらにはありません。次の列車はすでに1番線に停車しています。乗り換え時間は少ないですが、先頭のお顔だけは撮影しておきたい。乗車するのはもちろん特急列車です。釧路駅を16時12分に発車する特急大空10号札幌行きです。これからカメラが向いている方向に列車が進んでいきます。進路はまだ開通していません。さあ、特急大空に乗車します。この特急大空では3時間半以上乗車しますので、指定席を確保。キハ 260-1303 お世話になります。列車に乗車。発車時刻となりましたので扉が閉まります。釧路駅を発車。根室本線の最後の未乗区間、釧路新徳間を攻略します。皆様、今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。後ほどご案内されまして、車掌が切符を拝見いたします。JR 北海道では新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みとして、指定席、グリーン席をご利用で、事前にお求めいただいたお客様への切符の確認を控えさせていただいております。なお、座席をご移動されているお客様や自由席をご利用のお客様につきましては、切符を確認させていただきますが、その際にはお預かりをせず、目視にて確認させていただきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。さて、車内放送をしている間に釧路運転所新釧路川釧路貨物駅を通過しました。もう夕方で日もだいぶ傾いているのが伺えます。果たして今日中に北海道の鉄道路線を全線環状できるのか。今はとにかくこの特急大空10号の旅を楽しみましょう。小田野市駅を通過すると進行方向左側が海となります。手前に国道38号線がありますが、十分絶景です。さあ、列車は最初の停車駅白糠駅に到着。駅名の通り白糠町の中心駅です。かつては当駅から北へ白糠線という路線が伸びていました。白糠駅訪問記念に駅名標を撮影します。白糠駅を発車。もちろん下車しません。さて、白糠駅を出てしばらくは海岸線を走行します。海はいつどこで見ても心が癒されますね。ずっと見ていたい。しかし根室本線はずっと海岸線を走行しているわけではなく、厚内駅の手前で海から離れ山間部を走行します。なのでこの景色とももうすぐお別れ。しっかり目に焼き付けておかないといけませんね。さあ、列車はついに海岸線を離れて厚内駅を通過しました。ここから山の中に入り、峠を越えて浦幌町に向かいます。
さて列車は山の中をゆっくりと力強く走行します。山越えが完了したら再び速度を上げて浦幌駅を通過。当駅は駅名の通り浦幌町の中心駅ですが、特急大空が停車するのはわずか1往復のみとなっています。さあ浦幌駅を出ると今度は平野部を走行します。ここから新徳駅まで十勝川に沿って走行し、その間にあるいくつかの町や集落を通っていきます。しばらくすると列車は北向きに走行。進行方向左側には夕日が見えます。さあ列車が減速し始めました。勾配やカーブの少ない平野部を走行しているのに一体何があったのでしょご案内いたします。まもなく左特急列車と待ち合わせを行うため停車をいたします。発車まで少々お待ちください。う。ということで列車が減速した原因は反対方向からの特急列車と行き違いをするからでした。列車は松栄信号場に到着。そしてこちらの列車の到着後、すぐに反対方向から列車がやってきました。こちらと同じ特急大空号です。6両編成でした。私が乗っている列車より1両短いです。気動車列車は編成両数の組み替えがしやすいので、需要に応じて柔軟に組み替えているのでしょう。列車同士の行き違いが完了したらすぐにこちらの列車も発車しました。まもなく池田です。池田の次は帯広に停まります。ということで列車は池田駅に到着です。この駅には全ての特急大空が停車します。池田駅の駅名表を撮影。ちなみに当駅からは旧国鉄千北線の北海道千北高原鉄道ふるさと銀河線が分岐していました。同路線は需要の低迷により国鉄から第三セクターに移行したものの、そこからさらに需要が低迷したことから廃線となりました。短い停車時間で素早く発車します。乗降はそこまで多くないようです。さて列車は池田駅を発車してすぐに都市別川を横断。次の停車駅まで河川を何回か渡ります。海だけでなく平野の景色も大変綺麗ですね。のんびりと心を落ち着かせられます。そして十勝川を横断。大変大きな川です。まもなく帯広です。帯広の次は新徳に停まります。まもなく帯広です。さあ列車は帯広駅に到着します。十勝平野に点在する町の中で最も大きな町です。帯広駅周辺の線路は高架化されているので住宅街を上から一望できます。帯広駅の4番線に入線。十勝地方最大の都市の代表駅だけあり、ホーム上に旅客がたくさんいます。これからこの列車に乗車するでしょう。帯広駅の縦型の駅名表を撮影。隣の発着線には根室本線を走る H100 型が停車しています。そして帯広駅を発車。ここから特急十勝の走行区間ともなることから特急列車の運行本数が増えます。帯広駅を発車してしばらくしたら地上に降りてきます。地上に降りてすぐに線路が進行方向右側に分岐。そして分岐した先に広がっているのは帯広貨物駅です。貨車やコンテナ、機関車が止まっています。帯広市街地は大変広いですが、その市街地もいずれは抜け、再び自然豊かな景色に戻ります。日が間もなく山の向こうへと沈みそうです。4日目の旅も間もなく夜を迎えます。さあ進行方向左側で線路が分岐。十勝清水駅を通過します。ここで対向の特急十勝と行き違い。対向列車は4両編成でした。まもなく新停車時間はわずかです。新徳の次はトマムに停まります。まもなく新徳です。ご乗車ありがとうございました。まもなく新徳です。降り口は右側1番線に到着いたします。新徳から富良野方面ご利用のお客様は新徳駅前より18時37分に発車いたします。列車代行バス
東シカゴ行きをご利用ください。私お疲れ様でした。まもなく新徳に停まります。さあ、列車は十勝地方の北端、新徳駅に到着です。1日目にも訪れた駅、ここから根室本線の富良野滝川方面はすでに攻略済みです。ということで、これで根室本線を全線完乗しました。函館本線もかなり長いと思いましたが、根室本線も大概長いですね。JR 北海道の鉄道路線を13路線中11路線制覇しました。新徳駅に着いたら車内から縦型の駅名標を撮影。新徳駅では下車しません。このまま乗り続けて関商線に突入します。新徳駅を発車。1日目の特急大空12号乗車時とは異なり、定刻での発車となりました。さて時刻は18時。ここでお夕飯をいただきたいと思います。花咲線を往復した後に釧路駅で購入したものです。せっかくなら駅弁を買うべきだったのですが、さすがに昼過ぎだと売り切れてました。まあ海鮮弁当がお昼以降も売れ残ってるなんてことはないわな。お昼ご飯と一緒に買っておけばよかった。まあでもたとえコンビニでもこの車窓と一緒なら美味しく食べられるでしょう。山越えのためエンジンをうならせながら力強く途半する特急列車の車内でいただきます。はい、食べきりました。サラダ麺は炭水化物と野菜を一緒に食べられるのが魅力的ですね。さあ夕ご飯を食べきったら間もなく次の停車駅に到着します。停車したのはトマム駅です。今回は日が出ているうちに来ました。乗降人員が2桁しかいませんが、全ての特急列車が停車します。そして停車時間1分ほどで発車。乗降はほぼなかったように見受けられます。さて日没を迎え、景色に明るさが失われてきました。列車はまだまだ山の中を走行しています。進行方向右手側で線路が分岐。シムカップ駅を通過。ここで反対方向の特急列車と行き違いを行います。まもなく新夕張です。新夕張の次は追分に停まります。まもなく新夕張です。新夕張駅に近づいて街の明かりが多くなりました。列車はその新夕張駅に到着。縦型の駅名標を撮影。当駅からはかつて関商線の支線夕張支線が伸びていました。すでにその支線は2019年に廃線となっています。したがって当駅では下車せずスルー。関商線の本線をそのまま進みます。次に列車は川端駅に停車しました。旅客取扱駅ではありませんが、当駅に運転停車するのには意味があります。帯広行きの特急十勝がこちらと行き違い。特急列車が旅客駅以外で停車する理由は、ほぼ特急列車との行き違いしかありません。反対方向の特急列車が通過したら、すぐにこちらの列車も発車します。まもなく追分です。停車時間はわずかです。追分の次は南千歳に停まります。まもなく追分です。さあ列車は追分駅に到着しました。新夕張駅と同様に特急大空12号では通過した駅に停車します。もう3回目の訪問なので分かっているかと思いますが、ここで室蘭本線に乗り換え可能です。しかし当駅には苫小牧岩見沢間のローカル列車しか乗り入れないので、次の駅で乗り換えるのがセオリーです。追分駅を発車。ここでも旅客乗降は特にありません。ご乗車ありがとうございました。まもなく南千歳です。乗り口は右側4番線に到着いたします。南千歳からお乗り換え列車ご案内をいたします。千歳、恵庭、北広島方面快速エアポート199号札幌行きは降りましたホームの向かい側3番線から19時58分、沼の畑方面苫小牧行き普通列車は連絡通路を通りまして1番線から20時33分、飛行場へ参ります快速エアポート194号
新千歳空港行きは同じく連絡通路を通りまして2番線から19時59分。お降りのお客様、車内にお忘れ物のないよう身の回りや棚の上など今一度お確かめください。特にお座席前のチケットホルダーをご利用のお客様は切符のお取り忘れにもご注意ください。ご乗車お疲れ様でした。まもなく南千歳に停まります。降り口は右側です。さあ、列車は南千歳駅に到着します。駅名標を撮影。ここで列車を下車します。そしてエスカレーターを登って隣のホームへ移動。1、2番ホームへ。そしてしばらくして目的の列車がやってきました。これから千歳線の攻略を再開しますが、南千歳駅から南側は2方向に路線が分岐しています。まずは南千歳駅を19時59分に発車する快速エアポート194号新千歳空港行きに乗車します。次はおよそ3分で終着新千歳空港新千歳空港です。国内線国際線をご利用のお客様は改札口を出まして上の階へお進みください。なお国際線ターミナルへは国内線ターミナルからの連絡通路をご利用ください。どちら様も忘れ物のないようお支度ください。さあ、列車は南千歳駅を出てすぐに地下区間に突入します。南千歳駅から新千歳空港駅までは単線となっています。そして列車は新千歳空港駅に到着です。一面二線で行き止まり式となっています。列車から下車。すぐにホーム反対側に停車中の列車に乗り換えます。新千歳空港駅を20時6分に発車する快速エアポート201号札幌行きです。列車に乗車したらすぐに扉が閉まります。新千歳空港駅を発車。わずか3分の滞在でした。さあ、南千歳駅に戻ってきました。すでに南千歳駅より北側は攻略済みなので下車して列車のお見送りをします。ありがとうございました。さて、またまた連絡通路を渡って1、2番線ホームに向かいます。乗り換え時間が24分もあるので乗り遅れる心配はありません。さて、目的の列車が来るまで20分もあります。その間に先に特急列車がやってきました。道東釧路へ向かう特急大空11号です。道東は攻略済みなので当然乗車しません。乗降が完了したら足早に発車。終点の釧路まで非常に長いですが、どうか無事に行ってらっしゃい。お待たせいたしました。まもなく1番線に20時33分発苫小牧行き普通列車が到着いたします。ご注意ください。さあ、列車がようやくやってきました。南千歳駅から苫小牧側は列車の本数が非常に少なくなります。乗車するのは普通列車です。車内はご覧の通り、需要が少ないので列車の本数も少ないです。南千歳駅を発車。千歳線の最後の未乗区間を攻略します。まもなく沼の畑です。室蘭線早北方面へおいでのお客様はお乗り換えです。列車は10分走行して沼の畑駅に到着。これで千歳線を全線完乗しました。JR 北海道の路線を13路線中12路線制覇。これで残るはあと1路線です。沼の畑駅からは室蘭本線に入線します。次は終着苫小牧です。室蘭線日高線はお乗り換えです。さあ、苫小牧駅に到着しました。この列車は当駅が終点なので当然下車します。階段を上る人々、
私も跨線橋を登ります。果たして最後の路線は今日中に攻略できるのか。答えはできます。1、2番線の発車案内の電光掲示板の2段目。これこそ最後に乗車する列車です。とりあえず一旦改札を出ましょう。乗り換え時間が40分近くありますからね。いやはや長かった旅もあと少し。昨日の昼間と比べると人通りは非常に少ないです。時間があるのでここで夜食としましょう。明治ブルガリアヨーグルト、脂肪ゼロのストロベリー味です。まだゴールしていませんが、勝利の味といって差し支えありません。疲れた体にヨーグルトはしみります。はい、ということでたっぷり味わって完食。ごちそうさまでした。さあ、もうすぐ発車時刻となるので改札を通過しましょう。この改札に切符を入れる時の音も旅情を味わう上で大いに支えとなりました。駅構内を流れる誘導音。旅の終わりが近づいていることを考えるとすごく寂しいです。まあそれでもしっかり閉めるところは閉めないといけませんね。まもなく1番線に列車が参ります。ご注意ください。さあ最後の列車がやってきました。最後の攻略路線となったのは日高本線です。苫小牧駅を21時32分に発車する鵡川行き最終列車です。使用車両は全国津々浦々を走る偉大なる国鉄気動車キハ40系。鵡川町の特別ラッピングが施されています。所定の位置に停車。すぐに扉が開きます。早速乗車。乗る。ワンマン運転のため運賃箱と整理券発行機、そして運賃表示機があります。さあ列車の扉が閉まります。苫小牧駅を発車。最後の路線日高本線の攻略開始です。さてしばらくは室蘭本線と並走します。辺りは真っ暗。街灯があるだけまだマシでしょうか。石北本線の時とか全く明かりがありませんでしたからね。しばらくすると室蘭本線が進行方向左側で分かれていきます。暗くて分かりにくい点は申し訳ありません。次は終着鵡川です。運賃は運賃表示機でお確かめの上、釣り線のいらないようご用意ください。さあ ATS のベルが鳴りました。終点の鵡川駅に到着です。ということで定刻より4分遅れで鵡川駅に無事到着しました。なぜ列車が遅れたかは後で説明するとして、ともかくこれで日高本線を全線完乗しました。JR 北海道の鉄道路線を全線完乗。そして同時に北海道にある鉄軌道路線を全線完乗しました。イエーイ、やったぜ。全線完乗記念に駅名標撮影。縦型の駅名標も撮影。いやはや達成感。その一言につきます。さて列車の進行方向逆転作業が完了しました。今日は鵡川駅ではなく苫小牧で宿泊するので急いで列車に乗車。さらば鵡川駅。5分しか滞在しませんでしたが、思い出深い駅として私の中に刻まれました。ということで苫小牧駅に向かう列車の車内ではありますが、ここで総評とさせていただきます。いかがだったでしょうか。2022年5月時点で北海道の鉄軌道路線を全線完乗するのに必要な日数は4日でした。昔は北海道の至る所に伸びていた鉄道路線も多くが廃線となり、2022年にはついに4日で全線完乗できるまでに縮小されました。北海道ではこれからさらにいくつかの鉄道路線が廃線となる予定です。動画を投稿した2023年5月時点ではすでに留萌本線の石狩沼田留萌間が廃線済み。そして残る深川石狩沼田間も2026年に廃線となる予定です。
これにより1日目で留萌本線攻略のために行っていた深川駅での乗り換えがなくなります。特急列車は深川駅以降も引き続き乗車することになり、乗り換えのロスタイムもなくなるでしょう。他にも廃線予定の路線があります。まずは根室本線。富良野駅から新徳駅までの間が2024年に廃線となる予定です。今回の旅ではこの区間の攻略のために1日目札幌駅を17時に出発して函館本線、根室本線、関商線、千歳線の順に一周しました。これが廃線以降は丸々不要になります。千歳線を往復するだけで良くなるので相当な時間短縮ですね。さらに函館本線の函館駅から小樽駅までの間も北海道新幹線の札幌延伸に伴って廃線となる予定となっています。函館駅から新函館北斗駅までの間は別の会社に移管となるでしょうが、 JR を攻略対象路線に加えなければこの区間も攻略する必要はありません。ということでここまで暗い話ばかりしてきましたが、明るいニュースもあります。北海道新幹線ですね。2030年度末に開業予定となっています。北海道新幹線が開業すると攻略路線が増えることになりますが、函館本線のローカル区間の大変さに比べれば圧倒的にスピーディーに攻略できるでしょう。ということでもろもろの路線の統廃合を踏まえると、将来は3日で JR 北海道の路線を全線環状できるようになるかもしれません。鉄道路線の廃線は一般的な鉄道ファンには悲しいことかもしれませんが、私個人の立場としては新しいチャレンジ旅のネタとして歓迎したいところです。ということで長々と話しましたが、これにて北海道の鉄軌道路線を全線環状する旅の動画は終了です。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら Twitter などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それにしても復路の列車でも途中で徐行運転をしていますね。これが原因で往路でも遅れが発生したわけですが、前方に何かいるのでしょうか。あれは